次は卓球の練習になるんですけど、コーチの方にフォア側からこうドライブというか回転をかけてもらって、自分のフォア反面をカウンターの練習です。試合と想定を考えるとあまり多くないかもしれないんですけど、女子はやっぱりバックタバックの方が多いかもしれないんですけど、こう自分がフォアに相手に突撃した時だったりとか、ストップもし出てしまって相手にこうかけられた時にしっかりカウンターができるように卓球でそういう感覚をつかむ練習をしてます。卓球は回数とか時間とか決まってなくて、感覚掴んできたら終わるっていう感じなので、短い時は短いですし、あんま入んないなって日はちょっと長めにやったりもします。毎日やってるかって言われたらやってないんですけど、だいたい2日に1回くらい。はい。私は大体終わりにやってますね。やっぱりどんどんボールが来て結構きついので、最初にやってしまうとちょっと疲れちゃうっていうのがやっぱり自分はあるので、1日練習だったら午後の2コマ目だったりにやったりとか、午前練習だけだったら2コマ目にやったりとかですかね。はい。やっぱ回転をかけてもらうので、回転が強いので、その調整がすごい大事だなって一言で言っちゃうとそうなっちゃうんですけど、でもクロス、ストレートどっちも打つ練習はしてて、やっぱりクロスの方が打ちやすいっていうのはもちろんあるんですけど、でもカウンターは決めたいって思いすぎないことを重要に、もうとにかくやっぱ相手が攻めてるというか打ってるボールなので、できれば次相手にもっといい質を打たれないようにカウンターするっていう、自分もそこで決めるっていうよりは、それで自分が戻ってもう次のボールを打ちやすいように打つっていうのを意識しながら練習してるので、なので卓球でもうワンコースでこの感覚の練習だけもう意識してますね。当てる感覚はないかもしれないですね。ちょっと自分で擦って相手の回転を消す方かな。すごい擦るわけではないですけど、もう擦ってその相手の回転を抑える感覚かもしれないです。はい。やっぱりこれはもう感覚になっちゃうんですけど、早くも遅すぎも良くないので、本当にピンポイントなタイミングで打たないとオーバーしたりするので、もうこれに関してはもう練習で自分がいいタイミングというかいいリズムを探してますね。ドライブ短かったり長かったりするので、短いとちょっと待つ時間が長くなったりとか、長いと逆に早く打たないとっていうのはあるので、そこは相手のドライブの回転量だったり長さによって、調整してます。